発売直前に任天堂スイッチ2実機プレイ、ブレイブリーデフォルトフライングフェアリー HD リマスター公式放送。はい、皆様こんばんは。今回の番組の MC を務めます週刊ファミ通編集長の佐賀です。よろしくお願いします。本日は6月5日に任天堂スイッチ2で発売されますブレイブリーデフォルトフライングフェアリー HD リマスターの発売に先駆け、任天堂スイッチ2での実機プレイを皆様にお届けする放送となっております。皆様よろしくお願いいたします。さて、まず本日はこの方をお呼びしております。どうぞ。こんにちは。ブレイブリーシリーズの総合プロデューサーやってます、スカイニックス浅野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日はもうお一方に来ていただいております。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。ブレイブリーデフォルトフライングフェアリー HD リマスターのプロデューサーを務めております松下です。よろしくお願いいたします。お願いします。松下さん緊張がすごい伝わってきます。初めてなんで。はい、よろしくお願いします。はい、で今回もうHD リマスター版発売直前の放送ということなんですけど、原作にあたる任天堂 3DS 版が発売してからなんと13年が経ったということなんですが、今のお気持ちはいかがですか？そうですね、自分その13年前に 3DS 版の、プロデューサーをやってました。はい、13年も経つのかっていうこととね、3年前2年前10周年だっつって、ちょっと記念の生放送やったことがあるんですけど、10周年で何ができるかな、何したら喜んでもらえるかななんつうのを考えて、シンプルに、フライングフェアリーを今遊べるようにすること、3DS ね、遊ぶの大変なんでっていうのを考えて、で10周年のあと半年だっつって間に合うかななんつってたんですけどとても10周年のタイミングに間に合わず間に合うわけがないどんな無茶ぶりやねんと思いながら聞きましたよね。でもこんなタイミングでね、スイッチ2のローンチに合わせてなんて最高のタイミングで出すことができて、感無量です。はい。松下さんはいかがですか？はい、実は僕原作の 3DS 版でもちょっと別部署だったんですけど関わっていて、で浅野さんと初めて仕事したのもこのブレイブリーデフォルトですね。はい、なんで自分にとってもとっても思い入れがあるタイトルなんで、はい、今回担当できて、ね、非常に嬉しいというか、シンプルに嬉しいというか、はい、そんな気持ちで僕も感無量という感じですね。はい。そんな思い入れのあるタイトルの、これから実機プレイをね披露していくわけなんですけれども、その前にまず、ブレイブリーデフォルト HD リマスターとはどういうものなのかご紹介をお願いいたします。はい、説明させていただきます。ブレイブリーシリーズとはというところで、2012年 3DS ソフトブレイブリーデフォルトから続く RPG シリーズで、オクトパストラベラーなどの HD2D 作品の原点となった作品になります。クリスタルと、光の戦士たちをめぐる物語、ブレイブ&デフォルトを駆使する、戦略的なバトルが特徴になります。でそんな初代ブレイブリーデフォルトが今回任天堂スイッチ2で蘇るということになりました。はい、リマスターの特徴なんですけれども、リマスターではより美しくより快適にというところで、グラフィックの HD 化に加えてイベント時の倍速機能とかもね用意したり、2画面だったので原作の 3DS 版は基本的に全 UI はもう刷新していると、新しく作り直しているというところで、現世代に合わせてプレイビリティをね大幅に向上させることができたかなと。で、マウス操作を使った2種類の新規ミニゲームも収録しておりまして、光で応援リズムキャッチとリングアベルのパニッククルーズという2種類のゲームを新たに収録しております。クリアすることでエンカウント率 0% などの新たなアイテムも交換できるようになったりしてね、 RPG 本編進める中で寄り道していただいてですね、遊んでいただけたらと思います。はい、ご説明ありがとうございます。つまりグラフィックが綺麗になったのはもちろん、いろいろな新しい要素だったり遊びやすさの向上が図られているということですね。そんな実機プレイをもうね、多分視聴者の皆さんはもう見たくてたまらないと思うので、早速見せていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。じゃあ、早速プレイに移る前にですね、今回は、冒険の中盤、フローエル周辺を遊んでいきたいと思います。早速プレイしていきたいと思います。まずこれちょっと見てもらいたいのが、画面が美しいんですよ。もともとがね 3DS だったもんですから、解像度が全然違くってちょっとびっくり。そうですね。こんな大画面で見れるのがびっくりというか新鮮ですね。ちょっと松下さん右の方行ってみてもらっていい？お台本にないこと言ってくよ。言ってきますね。はい、ちょっとさっき出てたんだけど出なくなっちゃったんだけど、すれ違い通信どうする問題とかもね出てますね。出てるね。出てますね。ちょっと行ってみようよ。行ってみますか。この通信関係なんつうのも当時ねブレイブリーデフォルト、3DS の機能をふんだんに使って作ってたもんですから、どうするっつってねすごい議論しましたね。はい、じゃあすれ違ってみます。発生しましたよ、すれ違いが。そうなんですよ。これ実際にすれ違いを通信実際のすれ違いではないんですけど、誰かの他のユーザーとすれ違っているわけではないんだけれど、そういった体験が楽しめる仕様が盛り込まれている。ゲーム内の街で今度は他者とすれ違ってもらおうかなプレイヤーとね。そうですね。とかっていうのもそういう工夫した点だったりします。はい。ちょっとイベント行ってみましょうか。できるだけ当時の遊びをまんまじゃないんだけれども同じように遊びを再現しようっつって。このイベントシーンなんつうのもキャラクターモデルがなんだろうすごいよく見える新鮮。イデアの髪の毛こんなにしっかりしてたっけって思いながら今見てます。アニエスもツヤツヤの髪の毛を。すごい人気みたいだよ。街の人みんな群がってる。はい。で今回イベントシーンも2倍速にできるようにしたりして、ボイスはさすがにねちょっとずれちゃうんでならないんですけども、サクサクプレイすることもそうですね、快適に遊んでもらえるかなと思います。まずグラフィックスの良さに驚いたのと、あとさっき松下さんも言われたんですけどUI ですね。3DS は 3DS で2画面、2画面っつうのは実はすげえ遊びやすかったなっつうか、ステータス系とは下の画面に載せて見る画面と操作するキャラクターは上画面みたいな。それを1画面にするのが割となんつうか当たり前なんですけど大変だった。そうですね。作り直しですもんね。作り直し相当全部作り直しましたね。はい。で初心者の方に向けてねこういうガイドも入れたりして、直接なんか知りたい情報をいいですね。見れるようにしたりとか。でさっきすれ違ったんで多分アビリンクとかもできると。コム太郎いますね。コム太郎、コム次郎じゃないですか。原作プレイ済みの方にはおなじみの。はい。このように。当時のねみんなで遊ぶ一人用 RPG なんつってたんですけどね。はい。そのような遊び方がまた今回もできる。そのまま遊んでいただけるっていう感じですね。バトル入りましたよ。バトルですよ、バトル。ここも UI がすごく変わったとこですよね。そうですね。ブレイブ押しっぱなしにしとけば、ちゃんと確認で止まってくれたりとか、なんか本当に細かいところなんですけど、いろいろ手を入れましたね。一応初見の方のためにブレイブとデフォルトの説明とかしときます？確かに。そうですね。ブレイブは行動を増やすことができる。その代わり左下に表示されているようにですね、BP を使うんですね。でその BP を貯めるにはデフォルトっていうのでちょっと一旦デフォルトしてみます。デフォルトは防御ですね。そうですね。防御をしながら BP を貯めれるっていうお得コード。その BP を使うと、この BP を使うとですね、デフォルトちょっと1個貯めたんで、5万を使って。
さらに貯めるとかもできる。で借金もできるんで、ちょっとリスクを取って戦いに行くっていうことも可能ですね。ターンの前借りなんて言い方をしてましたね。今はこう連続攻撃をしたわけですね。そうですね。ターンを前借りしたりして、ターンをさっき防御して貯めてまとめて使うもできるし、前借りしてターンをいっぱい使って後で動けなくなって何ターンか身動きが取れないけどっていう、そんな遊び方ができますね。そうメリットとデメリットがあるんで、それをあれですよね、こういつ使うのか、今みたいにモンスターを倒しきればデメリットじゃなくなるので、うまく使えば。でもボス戦で動けなくなってしまうと大変ピンチになる。いかに倒しきるかってやつですね。貯めるなり前借りするなりして1キャラが最大4回連続で行動ができる。で4人パーティーのもんですから 4×4 人の16回の行動で敵を倒しきるかどうかみたいな戦略で、1ターンで16回行動なんつうのが当時なんつうか衝撃的でしたね。そうですね。なかなかハイリスクハイリターンなところがありますね。一生懸命あれやってこれやってみたいな。あの髪染めはこの国の連中が守護神と崇める森の守護神がどんどん死滅しているっていうのに、町の娘たちは身を着飾ることに夢中だなんて、まったくおめでたい連中だわ。全部あたしらの組織の狙い通りだけどね。花の髪染めには大蛇から取れる幻惑毒素、セニナル毒素がたっぷりと含まれているのよ。あんなもの争うように使い続けていたらいけない。こんなところで油売ってたらアルテミア様に怒られちゃうわ。それじゃね、リングアベルさん、待ちなさい。そんなの許さないんだから。何よこの女、リングアベルの女なの？全く待って、違うけどオクトパスやらトライアングルと違いますね、トーンがね。ちょっとコメディチックな今見るとイベントがありますね。楽しいですね。その勢いがね、勢いがね好きなところだなと思いますね。敵もデフォルトゴールしてくれます。今なんてそのマイナス3借金して連続行動したところで敵が防御したもんだから、これはすごいピンチですよみたいな、そういうことが起きる。で敵側もちゃんと BP が上がっていて、まさに2連続行動とかしてくるかも。連続行動してきそうなんで、ちょっとデフォルトしてみようかなみたいな。ひどい目に遭いそうなんで。裏火で痛いっすね。痛いですね。頑張ってください。普通に痛かった。そうですね。ベーシックなお話させてもらうと、そうですね。これジョブチェンジしてジョブとアビリティの組み合わせで遊ぶゲームですね。ジョブとアビリティの組み合わせをどうするかとブレイブデフォルトをどう使うかがこう戦略の鍵になるわけですね。今この子白魔導士ですけど、黒魔法もつけてましたね。リングアベルさんが倒れてます。普通に死んだんですけどつって。これとか生き返らせて回復とかね、そういうのがね連続だからね。おお、よかったよかった。マップ上のサブイベントに向かってたわけですね。そうですね。でここが目的地になります。背景もこんな綺麗だったんだっつって情報量。後ろの森の方までちゃんとね書き込まれてますよね。骸骨のね。改めて気づ感。
狩人アルテミ普通にプレイしてたアルテミアで苦労した覚えがあって、ち裏切り者、なんか強かった気がする。ょっとすでに勝てるのかなって不安になったんですけどね、いろいろ当時やってましたよ。ギリギリで勝つっていうね。結構ボス戦ボス戦はね何度ありましたよね。これプレイスタイルも結構性格出るんですよね。ブレイブリーっていうのは。僕基本借金しないタイプでしたね。あら、デフォルト重視で、ボス戦は基本的にデフォルトから入る。人々を惑わす。当時もこのバランス調整をしていて、まあなんていうかそんなくどのだらないジョブが最ことをする強、ための組どの戦織だと略が最強とかってならないように、死にジョブが出ない、死にアビリティが出ない。従うだけ。まあ、今作は基本的にフォーザシークエルのバランスを踏襲していて、当時のプレイ感をあまり変えないように、ちょっと序盤だけね、少し当時も厳しいって言ってたユーザーがいたぐらいだったんで、若干若干緩く魔法の買い値が半額になってたりとか、そういう調整は入れてますけど、本編中の主なバランスについては基本的には踏襲してます。デフォルト2でも狩人さんはちょっとなんか訳ありな性格でしたね。そうでしたね。基本的に慎重派で行かせていただきます。まずはデフォルトから。ドラグラビでグラビで痛い痛いかグラビでか。リエダメージですからね。でこれシルバーダッシュなら終わるんじゃないのっていうバランスになっちゃってるんで、させつつうわだからグラビテ単体じゃ知らないですもんね。でも慎重派ですね。すごい性格が出ます出ますブレイブリーデフォルトはね、音楽の評判が良いんですよ。今流れてます。レボさんがレボさんが全て書き下ろしで当時ね、贅沢な話ですよね。本当に、ゲームの中の曲全部をね。そういうこともある。やりよそういうこともある。なんかフレンド召喚とか入ってない？言ってみますか？言ってみましょう。フレンド召喚、エンジェルマネーあった。エンジェルマネー使ってみましょうか。白魔同士なんで攻撃力ないし、フレンド召喚っていうのは何ですか？フレンド召喚っていうのはありがとうございます。すれ違いでね、先ほど他のプレイヤーとすれ違ったと思うんですけど、そのプレイヤーが設定している技を戦闘中に呼び出すことができるっていう機能で、ちょっと見てていただければ。呼んだ。コムジローさんのリングアベル。これコムジローさんが設定して配信したんですよね。それをすれ違って受け取ってた。そうですね。はい。で今クリティカル率上がったんで、頑張ってティズは攻撃してみようかなと。はい。で一回召喚しちゃうとしばらく時間が経たないともう一回使えない。じゃあティズが今すげえ強い攻撃するんだ。それ配信しといたらいいじゃない？やりますか。受け取るだけじゃなく、私たちも誰かのために行動を配信できるということですね。これぞっていう攻撃をね、配信しとくと、そのフレンドの方に渡せるんでね。当時もやりごたえがあるゲームですから、難しい強いなんていう時にね、友達に強い技を配信しといてもらって受け取って、それでボス倒すなんてね、この遊びもしてたし、今回もできる配信できましたよ。よし。1300のダメージ。いいですね。ファイアがよく効きますね。ファイア剣。UI もね、さっき作り直したって話をしたんですけど、当時のテイストを残しつつ、今のこのディスプレイサイズで、ね、1画面で見えるようにっていうので、すごい
気遣ってもらいましたね。丁寧に作ってもらいます。でも今見ても別になんか違和感は全然ないですね。その当時を知ってても。そう当時テイストをうまく、そういやーカリード強いな。ね、結構やってんだけどね。やってんだけどね。ハートドロップしちゃう。敵の HP かなんかって見れなかった。さっき調べるしといたんで、うんうん、そうですね。そうサクッとね見れるんですよ。まだそれなりに残ってますね。まだ元気ですね。元気ですね。まだ元気ですね。まだ元気ですね。向こう複数回行動してたんで何もしなかったですね。敵のね BP なんて見ながらね、うん戦ったりもしてましたね。なんでデフォルトしておくとこっちも一つ増えて、よし久しぶりに攻撃参加してみましょう。本当 BP をどこまで残すかの駆け引きですね、お互い。敵もたまにブレイブやってたもんね。盗んでみたりおう、いいんじゃないですか。運動してみたり。運動ってみたり。残念。あら残念おお。ファイヤーが効くね。ですね。お、かなり削ったんじゃないですかね。強い。大体4000であ、もう、いけんじゃないのニュースがいけば。うんあ、俺も当初ファイヤー剣だね。そうですね。ただ MP 持つかお、あ、これポスされた。やりますね。やりますね敵も去るもの。これで結構、おお、やった。命狩られた。うん、やりましたね。やりましたね。いやー本当に勝ててよかった。ちょっと本当にドキドキしてたんで。安藤の声が出てます。はい。結構天敵だったんでね、開発中もコロコ。ああ、なるほど。当時からお気に入りだったジョブやアビリティなんですよね。あまあ今回今うまく見せられたかどうかあれですけど、まあうまいことね、バフ乗っけていかに強い攻撃するかとか、そういうのがその連続行動できるっていうのでブレイブの面白いところだったりします。はい。で、狩人をやっつけれたんで、今狩人のアスタリスクを入手して、で、これで狩人にジョブチェンジができるようになると。弱点をつくのが得意なジョブでありつつ、なんかさっきものすごいダメージ食らったこのマルチバーストさん、うまく使うと。はい。でも今度は自分で使えるように。で、ステータスもこんな感じで見れるので、まあ、どれが得意か、まあ、適性のある武器を選んでもらって、使うと、まあ、輝いてもらえるかなと。花の髪染めってそんなにやあ、これでボスを倒してジョブを集めてパーティーを強くしていくと。そうですね。そうですね。ジョブ増えると本当にシンプルに嬉しいですよね。嬉しいですね。戦いの幅がかなり広がるので。着せ替えも楽しいですしね。着せ替えも楽しいやっぱり。はい。まあ、こんな感じで、皆さんも強敵を倒して、ジョブを増やしてみてください。ここからは、リマスターで、新規収録のミニゲームをお見せできればと思います。はい。なんですが、僕はもういっぱいやってるんで、はい、せっかくなんで、佐賀さんにプレイしていただければと頑張るぞ思います。よろしくお願いいたします。はい、頑張ります。はい。で、2種類ありまして、1つが光で応援リズムキャッチ。もう1つがリングアウェルのニックルーズというので、最初は、光で応援リズムキャッチの方を
やってもらおうかなと。はい。そしてなんとここからもうマウス操作ですね。はい、そうですね。スイッチ2ならではのダブルマウス。ダブルマウス。右のハンドカーソルで羽根ペン持ってると思うので、はいそれでメニューを選んでいただくという感はい。じになります。ダブルマウスは新感覚ですよね。そうですね。新体験っていうんですか。この今までのこう家庭用ゲームではなかなかこの操作感は味わったことがないですが。はい。はい。で、ここで遊んでいただくのがカノモンの。はい。はい。これ、難易度はお任せしますが、どれに、一応根元にエキスパートも開放しておいたんですけども。ハードぐらいじゃないですか。そうですね。ここがハードぐらいで。エキスパートはほら製品版のお楽しみってことそうですね。はいはい。はい。ハードぐらいをプレイさせていただこうかな。えい。あとは楽しく、はい遊んでもらえる難易度を目指してキャラクターどうします？お気に入りのキャラクターで選んでもらえたらと、じゃあここはまあじゃあアニエス先生にはい。はいえいで実はここねかのものは踊ってもらえるあら曲になってるので好きなジョグの衣装で悩みますね。遊んでもらえるのでこれも私なんか踊るんだったらちょっと魔法剣士とかいいいいでかな。すね。私の思いをうん、可愛いですね。可愛いですね。はい。私が今マウスで動かしています。はい。やってると解説できないのでお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、基本的にノーツは3種類ありまして、これが通常ノーツと呼ばれるノーツで、応援ライトの間に発生するウェーブラインを、ノーツの中心を射抜くようにね、操作するとね、グレートが取れると。ちょっと端の方になっちゃうと、グッドになったりします。で、こっちが、お花ノーツと言いまして、これはボタンを押しっぱで蝶が飛ぶので、応援ライトの適した色の方を、当ててもらえるとグレートが取れる。でこれが3つ目のバーノーツになりますね。はい、応援ライトを中心2つ揃えた形で中心に持っていくと縦振りするようになるのでその状態で白いところを射抜くとグレートが取れる。端の方に行くとグッドになってしまうという感じで。あれ澤さん、はい、うまいですね。上手ですね。ありがとうございます。上手ですね。でも本当両手を動かすっていうのが何でしょう、今までにない感じの音ゲー感ですね。まあ、音ゲーって普通リズムに合わせて押すとかが多いと思うんですけど、今回のね用意したミニゲームの音ゲーだと基本的にマウス操作を正確にやってもらってその場所に移動さえしてくれれば結構取れるので、はい、リズム感がちょっと難しいんだよなっていう方でも楽しんでもらえるように工夫しました。だからなんかこう DJ みたいな感じで今私はこうマウスを動かしてるようなそうですね、そんな感覚ですね。で画面の向こうのキャラクターたちを応援しているっていう感じで、なんかなりました。はい、これはあれですね、フィーバータイムと言いまして、はい、プレイが良かった人に訪れるご褒美で、まあ、これに入ってくれれば、はい、実はスコアがね、このノーツが豪華になっていることもあって、はい、跳ねるのでいいスコアをもらえるんじゃないかなと。なので佐賀さんすごい上手にプレイいただいているという。いや、はい、ちょっとねその証拠にちょこちょこミスは出ちゃってるんで本当はもっといける本当はもっといける気がする。いけるはずなのにもっといけるはずなのにお見事。おー、やりました。やっぱり上手ですね。さあスコアやいかにでこれで報酬のメダルが入ったりして、はい、いろんなアイテムと交換ができます。なので旅の途中に寄ってもらって実はエンカウント操作をね 0% とかもここでやり込むと
手に入ったりするので。これですね。これ達成報酬。そうですね。元帥令嬢ドタバタ観察日記。はい。これが、今回書き下ろしたはい D の手帳の新しい手記で、はい。結構ボリューミーな、内容になってますのでね。ちょっとずつ読んでもらえたらなと思ってます。はい。あ、ランプ取りましでしたたね。素晴らしい。原作でもお話書いてくれたアジロさんがね、おお、たっぷりあ、それはいいですね書いてくれました。それはまた新たなキャラクターエピソードが読めそうで。はい。で、こちらが音ゲーの方のミニゲームということですが、もう一個あるんですよね。そうですね。はい戻っていただいて、はい。でこちらのリングアベルのパニックルーズの方を選んでいただいて、それで今私の両手はリンゴアルベルの両手になったのかな。はい、はいこのハンドルカーソルを使ってですね、はい。中央にある打輪を回すことはで左右に動き、はい、はい。で左にあるはいコードレバーを上に上げたり下にする、リンゴ下げたりすることでコードをはい。変更できる。なんかティズが言ってます。そうですね、指摘は右上に汽笛があるんであれこれ3回鳴らしてっていう引っ張るあ、これだ。間違えた。ですね。ごめん、ごめんティズ。はいちょっと待って待って。あー花火を上げろ4番のそうですね、4番。ちょっと、パーティー用の風船がこれタッチすればはい割れるようになってて、そうですね。ちょっと、そのぬいぐるみも実はタッチできて。あ、本当ですね。ちょっと今、ちょっとダメな感じのリンガベルになってるので、ちはい。大丈夫ょです。っと待って。きれい。これを取って煙が出てる方に、あ、やっとなんかできた。はい。ちょっで、ちょっと横断に夢中になってるちょっとと待ってコースから外れちゃうんちょっとで、基本的にはこのリングをくぐるのをこっちを頑張ってもらえると優先した方がいい、そうですね。HP が減らずに済ごむ。めんって、レイボーのスイッチを入れて、レイボーはどこかな。レーブは一番右下ですね。そこれですか左に。ああ、いいですね。でもリングがでリングをくぐっていこう。リングをくぐっていこう。待って、汽笛。で、汽笛3回ですね。汽笛はこれでしたっけ。それですね。でもちょっと無理かも。 3回減った。でも、はい。ちょっと待って。ちょっと待って。というわけで、このコースをね、こなしながら、いろんなオーダーをクリアしていくっていうのがね。レンチでなかなか何を締めるのかな。それですね。はい。ごめん。035の曲をかけてくれますか。行き過ぎたんで回しましょう。5。入った。うんはい。なぜ。行っていくとね、エンカウントが発生して、ボスが現れたりし聖なるます。力よ。はい。というわけで、両手に生えたたきを両手に生えた時で、持って頑張って叩いてください。バシ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 。両方うまく使って、おおはい。そうですね、そうですね。あ、いいですね、いいですね。いいですかはいいいですね、いいですね。うん、いけてるいけてる。そう、両方をね、ちゃんと操作できてるのが佐賀さんすごいところで、なかなか、最初はコツがいるかもです。そうですね、なかなか両方に難しいはずなんですけど、すごいうまくプレイしていただいてるかなと。で、赤いやつちょっと耐久度あるんでね、頑張っていただいてください。ないってことでしょ。おなんかなった。はい。で、これは大砲を撃つモードになるので、はい。はい。バリアに防がれないように慎重にあ、なるほど撃って。ください。そうするとクリティカルになるので、はい。あ、なるほどね。理解しました。はい。あれ？出てる間はやめて、で、そうですね。ライターやめて、そうですね。はい。あれ？クールタイムがある。左、うん。あ、左。そうですね。覚悟はいい、はい。で、ここでクリティカル出したはい。数によって、このブレイブモードの数にボーナスが、秒数にボーナスが入るので、はい。で、今度はもうクールタイムないので、で、これを持ったらいっぱい動かしてくださいなるほ。上下左右こうだ。ボタンを押しながら。ボタンを押しながらこうだ。そうですそうです。でもっと激しくもっと激しく。もっと。あ、まだ未熟でした。ハードなかなかやっぱりはい難しいですね。まだ難しいですね。はい。かなりドタバタパニックしてもらったと思うんですけど。あ、ランク C でした。ダメでした。でもクリア扱いなので、はいはい。とても良かったんじゃないかなと思います。ありがとうございますはい。インガベラこんなことしてたんですね。大変ですね。ちょっとかわいそうになってきました。運転中も本当に。本編のリングアベルの苦労をちょっと体感してもらいたくてね。はい。作ってみたミニゲームで、音ゲーの方はなんかちょっとなんだろう、
見た目でね受け入れやすいというか触りやすい感じにしてるんですけど、こっちの飛空艇はねダブルマウスを使った、なんかもうちょっと新しいゲームにしようって言って開発したところがあって、なんかちょっとどうでした？触り心地とかなんか今までにない感じだったかな。そうですね。なんかこうやっぱ左右を両方動かしながらさらに画面の複数のこう指示系統にこうなんか答えていくっていうのが慌ただしくもでも楽しいですね。パニックになってもらいたくて。本当パニッククルーズ。でもこれはなんかこうコントローラーではなかなか普通の操作では実現できない遊びの感覚かなっていう気がします。ならではですね。ありがとうございます。はい、あっという間でしたが、そろそろエンディングのお時間が近づいてまいりました。ここで改めまして発売日などのお知らせです。ブレイブリーデフォルトフライングフェアリー HD リマスターは2025年6月5日に任天堂スイッチ2と同日発売です。Amazon でパッケージ版をご購入いただくと特典として本作のロゴをあしらったオリジナルステッカーが付属します。このステッカーのサンプルがあるということでちょっとカメラさん映してもらってもいいですか？持ってきてもらって。ちょっとほら透明よ。キラキラしてるんですよ。そう実はキラキラしてるんですよ。はい。スマホとかノート PC とかね、お好きなところに貼っていただいて、はい、楽しんでいただければと思います。それからちょっとスライドに戻していただいて、はい。スクエアエニックス E ストアでは特典として生島直樹氏書き下ろしのポストカードセットが付属します。この Amazon 版もE ストア版もどちらも数に限りがありますのでお早めにご予約ください。E ストア特典に付属するその書き下ろしイラストを、本日先行して1枚持ってきておりますということで、こちらの画像をご覧ください。第1弾ティルの贈り物。これなんですけど、発売前のそのカウントダウンイラストの展開とかをしていこうというところで、ティズとティルのまだ事件が起きる前のその一コマ、日常の一コマになりますね。平和なイラストなのになんかちょっと切なくなってしまう原作知ってるとねところもあるんですけれど、シナリオを知ってると、あんまり今までもねブレイブリいろんな絵をアーティストの皆さんに描いてもらってたんですけど、あんま切り取られることもないシーンだったので、今回絵にできてよかったなと思いますね。これもアジロさんのさっきの原作のシナリオをやらせたアジロさんがアイデア出してくれてね。そうですね、ちょっとしたシナリオも用意してるんですよね。お楽しみに。はい。でそのちょっとしたシナリオテキストは公式 X で投稿されていくと。はい。本日から公式 X にてカウントダウンイラストとしてこちらの書き下ろしイラストをストーリーテキストとともに投稿していきます。明日、明後日にはまた新しいイラストが公開されるので、ご期待ください。はい、では続いてはグッズのご紹介になります。本作のカプセルトイの発売が決定いたしました。はい、主人公や妖精エアリーのほか物語に登場する主要なキャラクターたち全28キャラクターがアクリルブロックになりました。カプセルトイ専門店 C プラにて6月5日に発売予定です。ということでここになんと現物が実はあるんですね。ここに並んでいるのが、ここに並んでいる28キャラクター。これも10周年の時にイベントやらせてもらってグッズも結構出してもらったんですけど、この主要キャラクターたちのグッズ化でちょっとできなかったもんで欲しかったっていう声も届いてたもんですから、今回これを機に割と無理言って割と無理って作られた、何種類ですかみたいな感じでねいやでも今回揃えたいんだっつってね、一人でもかけるとね、そのキャラにもファンがいますからね。主要キャラはもうほぼ揃ってますもんね。そうなんです。はい。でもこれね、ちゃんと厚みがあって自立するのでいいですよね、リッチな感じ。そうなんですよ。はい。これね、ちょっと別のゲームですけど、トライアングルストラテジーの時にね、登場キャラクター30体をね、このスタイルでグッズにしてすごい満足感があったので、ぜひこれもつって。なるほど。30がいけたなら28もいけるやろ。いけるやろと。いけるやろと。チャンスを伺ってました。でこの度グッズかと。はい。
こちら一部店舗ではコンプリートセットの販売もあるということですので、詳細は公式の SNS や特設サイトをご確認ください。はい、そしてさらに、ブレイブリーデフォルトフライングフェアリー HD リマスターポップアップショップ in 新宿マーケットスペースの開催が決定しました。期間は6月12日から6月25日まで JR 新宿駅中央口改札街にて開催予定です。ということで、こちらのグッズのサンプルもスタジオに用意されておりますので映したいと思います。こちらですね。はい、アクリルスタンドが原作のイラストを使って、当時のビジュアルですね。はい、懐かしいですね。はい。もうアニエスのイラストが公開されてから12年。じゃあ、あれ発売ですからね。これって結構その発売前の頃から露出してるイラストだという。これ一番最初のそうですよね。カットですね。もう14年くらい経ってるかもしれません。そうですね。わ名前も公開してなかったから太もも姫と言われてましたよ。彼女は。はい。当時太もも姫のイラストだったり、他にもねいろいろなイラストを、アクリルスタンド化したものだったり、他にもいろいろなアイテムが出ますということです。開催に先駆けて先行通販も実施中ですので、ポップアップにはお越しいただけないという方もぜひチェックしてみてください。その他イベント詳細はイベント主催の A3 さんの公式 X アカウントや、ブレイブリーシリーズ公式 X をご確認ください。はい、ということでなんとあっという間に、そろそろお別れの時間となってしまうんですけれども、ではお二人から一言ずついただいてもよろしいでしょうか。このプロジェクトに担当が決まった時からやっぱりまず原作のファンの方に向けて期待を裏切らないというか、期待に応える作品にしたいと思ってですね、懸命にやってきたっていうところがあるんですけど、やっぱり 3DS 元が 3DS っていうところもあって、完全に再現できないところっていうのがどうしてもありはするんですけど、AR とかもあったと思うんですけど、そのムービーもゲーム中でね、コントローラー操作で自由に角度変えて見ていただけるみたいに対応したりしてまして、可能な限り、はい、喜んでいただける作品にできたんじゃないかなと思ってます。で、新規の方に向けてはですね、本当にね、スイッチ2に合わせられたっていうところでね、ハードの新機能を楽しんでもらいながら、なんかあんまりネットのネタバレを踏まず純粋な気持ちでね、ゲームを遊んでみてもらえたら、最後まですごいとっても楽しめる作品になっておりますので、はい、ぜひご期待いただければと思います。はい、ありがとうございます。では浅野さんからも、今回プロデューサーをね担当してもらった松下さんはさっきも言われてましたが、原作ブレイブリーデフォルトの時に会社の中でねチューニングをする、最後の仕上がりを確認するような部門にいて、そこにたっぷり付き合ってもらってそこの部門の年間予算をほぼ1タイトルで使い切るぐらい普通ちょっと 1,2 時間遊んでくださいなんですけど、クリアまでやってください、直したからもう1回ですみたいな感じでね、たっぷり付き合ってもらってっていうことをね、デフォルトでもやって、フォーザシークルでもやって、セカンドでもやって、その後ねデフォルト2の時にはうちのチームに来てもらって、デフォルト2ではその仕上げをね完成させる、仕上げてもらうなんていうので、開発会社さんに常駐してもらってね、たっぷり磨き上げてくれたりとかね。そっちでもミニゲーム作りましたね。そうだね。カードゲームの D&D、はい。そのチーム入ってから僕ミニゲームばっか作ってるなみたいな今回もそう B&D に負けないようにっていうクオリティでね作るつもりで、悔いなくやれたかなとは思ってます。たっぷり丁寧に仕上げてもらったのでね、本当に間違いがない出来になってます。で、そうですね、スイッチ2ね発売直前っていうタイミングだと思うんですけど、スクエニっぽい RPG が、好きだった方、ジョブチェンジとかしたことある方、間違いなく楽しめると思うので、お手に取りやすい値段にもなってますんで、ぜひチェックしてもらえると嬉しいです。はい。はい、ありがとうございます。それではついにフィナーレとなります。では皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。